結構有名人でね、特にクルーザー系のバイク乗ってたりとか、それからスクランブラーとか、あの辺のバイクを乗られてる方で、繁忙を被ってかっこいいみたいな感じの、影響力のある方がね、そういうのをやると、それが正義になっちゃうんですよ。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。先ほどですね、ノーヘル動画を撮らせていただきました。アストロ GX スパイン白 M サイズです。それでですね、実はなんです。実は前から僕のチャンネルを見ていただいている方は、うすうす気づいているとは思うんですけれども、同じヘルメットを持っています。こちらです。アストロ GX。これはね、チェッカー白黒かなっていう、今はね、カタログ落ちしてますけども、同じモデルです。そしてですね、S サイズです。そしてこれが M サイズです。動画ではちょっとわからないと思うので、サイズが違うのかっていうのをですね、皆様にお伝えしようかなと思うんですけども、はい。ということでですね、実は荒いヘルメットの場合には、防体って言ってこのヘルメット自体の大きさっていうのが何種類かあると思うんですね。もし詳しい方いたら、見るからにちょっとこっちの方がちょっと低いですよね。で、今回僕がですね、皆様にお伝えしたいのは、別に顔が大きいとかちっちゃいとか、ちっちゃい方がいいとか大きい方がいいとか、そういうことではないんですよ。で、たまたまなんですね。たまたま僕は生まれつき顔が小さいです。体もそんなに大きい方じゃないんだけど、小さい方がかっこいいとかかっこ悪いとか、そういうんじゃないんですよ。そういうんじゃなくて、僕はですね、S サイズがジャストサイズなんです。M サイズでも全然被れます。だけど、S が本当はいいかな。なんだけど、今回 M を買ったんです。なぜか。シールドの密閉性が S サイズ非常に悪いです。もしかしたらアストロだけなのかな？そんなことないと思うけどね。多分 L、ML ぐらいを中心にシールドの角度みたいなのがうまく作られていて、S もなんとなくアジャストできますよ。LL もなんとなくアジャストできますよみたいな感じで作ってるんじゃないかなとは僕は思うんですけれど、もし詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいんですけれども、コメントで。実際、この S サイズ、冬ですね、本当に密閉度が低くて、本当に隙間風がすごい入ってきてですね、いろいろ工夫したんですよ。3ミリのウレタン貼ってみたりとか、それから、雨用のシールド。ゴムがこう入ってるんですけども、それをしているとですね、ちょっとこう、隙間風が少なくなったりとかいろいろあるし、ここで調節もできるんですよ。で、これはですね、調節のやり方みたいので検索すると、荒井ヘルメットさんがちゃんとYouTube で上げてくれてるんですけども、これ外して、マイナスドライバーで緩めて、こうしっかりグッと押し付けて、グッと締め付けるみたいな感じなんですけども、それも何回もやりました。だけど、やっぱりね、うまくいかないです。結構開いちゃう。これ結構調節したけど、どう考えても変な話5ミリぐらい開いちゃってます。で、ML 見ると、もうぴったり収まってるんですよ。なので、これはですね、小顔の方、特に女子の小顔の方、小柄な方、小柄と小顔って違うか。S サイズがちょうどいいなっていう方はですね、ちょっと気をつけた方がいいかな。
で、やっぱりサイズがいいと思って買う方は、ちょっと工夫が必要かな。特に冬乗る方ですね。ちょっとね、こんだけ隙間風があると、かなり寒いです。はい。じゃあちょっと見てもらいますね。どのくらい隙間があるか。まさちゃんの動画。軽く説明すると、ここのですね、ここにマイナスがありますね。ここにもマイナスがある。この2つあるんですけども、こちらですね。こちらを緩めて、で、ぐーって押し付けて、で、押し付けた状態で締める。もちろん反対側もです。一緒に緩めて、ぐーって押し付けて締めます。で、それで何回も調節したんですけども、それだとうまくできなかったです。で、こっちも外して、こっちもぐっと押し付けて、ここも締めました。で、ここも締めました。そうするとね、ちょっとね、すごい締まりづらくなったりとかするんですよ。だけども、ぐっと締めた状態で、締め直しても、このくらい隙間があります。ちょっと見てください。これで完全に全閉の状態ですね。で、こっち側がガチャッとはまるんで、まだね、シールドのこっち側まだいいんですよ。こっちですね。見えますかね。こんだけ開いてます。結構開いてるんですよ。ギュッて締めても、このくらい開いてるんですよね。わかりづらいかな。何ミリって言われると、3から5ミリぐらい。これ、絶対に浮いちゃうんですね、これ。もちろんね、こうやってギュッとこうやって押し広げたら開いてしまうんですけど、そうじゃなくて、ちゃんとこう、キュッとやった状態でも、ちょっとわかりづらいかな。ここの隙間ですね、これ。これが何回やっても、どうやってやっても、絶対に閉まらないです、これ。絶対閉まらないです。それから、上もですね、こちらも、ここわかるかな？かなり隙間空いてるんですよ。こっちの方はそうでもない？でも、こっちの方じゃないね。これこっちだね。こっちが結構空いてるのわかると思いますよね。これです。5ミリぐらい完全に空いてるんですね。これもいくらやっても何やっても閉まらないです。ただこれは雨用のね、シールドをつけるとここにゴムが入ってるんでかなり良くなりますね。では、M サイズの方を見てみますね。で、こっち今回ノーヘルした M サイズの方なんですけども、一度開けて閉めます。で、こっちはね、S の方も閉まってたんで問題ないと思うんですけども、反対側、こっちどうかな。これね、ちょっと分かりづらいと思うんだけど、これね、開いてないんですよ。ちょっと広げてみますよ。こっちが開くんです。これが。これです、これです。この隙間です。この隙間が開いてるってことなんですけども、普通にすると閉まってるんですよ、これ。ほぼほぼ隙間がないです。これが隙間です。S はそれがね、結構ね、開いちゃってるんですよね。多分いろんなとこチェックしてても、ほとんど隙間がないです。M サイズの方は。上の方も多分問題ないと思いますね。ほとんど隙間空いてないですよね。ですね。ちょっと指を入れてみますね。これ指ですよ。全然見えないですよね。ちょっと押し広げようと思っても押し広がりません。
全然大丈夫ですね。これ、押し広げようとしてるんですけども、指ちゃんとありますよ。全然ね、開かないですよね。隙間がない。ちょっとこうやってやると、かなり力入れてるんですよ。ちょっと広がりますけどね。ほとんど隙間がないです。朝旅。はい。ということで、アストロ GX S サイズ、M サイズ、シールドのですね、密閉度の違い、見ていただいたと思います。これは、新井の他のブランドのもの、例えば DX とか、その他のものがどうなのかとか、それから、松栄さんとか、カブトさんとか、そういうところがどうなのかということはわかりません。もしかしたら個体差かもしれません。ただ、個体差じゃないと思います。このシールドを例えば付け替えても多分同じことだと思うので、同じシールドですからね、これね。売ってるのは。なので付け替えても同じです。っていうことはですね、やっぱり膨体により、シールドの締まり具合、密閉度が変わってくるというのはもう明らかなことなので、特に小顔で S サイズがちょうどいい方は、ちょっと注意が必要かなと。で、どうやって注意するかっていうと、やっぱり工夫が必要だと思いますね。僕は、この子で冬ツーリング行って一番良かったのは、本当に5ミリ幅ぐらいで3ミリ厚ぐらいのウレタンがあるんですよ。それですね、ここにずーっと貼って、それでですね、やってました。そうするとだいぶ良かったですね。なので、工夫すれば何度でもなると思うんですけども、今回動画のネタ、それから、なんとなく欲しくなったんで、買っちゃいましたけど。ほんと6万、7万するものなんで、ちょっとちょいちょいは買えないんで、これはね、ちょっと売れれば売っちゃおうかなというふうに考えているんですが、誰か欲しい方いらっしゃいますでしょうかっていうことでね、売れないんですよ。S サイズ、やっぱり少ないんでね。なのでですね、小顔の方、S サイズがちょうどいい方、ちょっとね、気をつけていただいて、M サイズが問題なければ、M サイズで中のクッションを変えるなりして対応したらいいのかなという風な感じがいたします。そしてですね、これ僕からのお願いなんですけども、結構有名人でね、特にクルーザー系のバイク乗ってたりとか、それからスクランブラーとか、あの辺のバイクを乗られてる方で、繁忙を被ってかっこいいみたいな感じの、影響力のある方がね、そういうのをやると、それが正義になっちゃうんですよ。なので繁忙が増えたりとかっていう風になってくるんですけど、ヘルメットはいずれにしても顎まであった方がいいと思います。シールドがあるないとかそういうのは別にして、顎まではあった方がいいと思います。かつですよ。やはり、国産でも、インポートものでも、どっちでもいいんですけれども、やっぱりある程度、ちゃんとした規格を通っているもの。ヘルメットだと有名な規格だとスネルっていう規格があるんですけども、それを通っているっていうことが大事だと思うんですね。なんで、ホームセンとかに売ってる安いやつとか、いろいろあるんですけども、やはりちょっとその規格だけは、ちゃんと通ってるものを買っていただきたいなと。特にですね、僕が乗ってるクロスカブ、結構ライトな感じで軽い感じに思われるじゃないですか。だけど事故った時は大型バイクもカブも同じです。なので、ヘルメットをしてれば助かるわけではないです。なので、やっぱり一番は安全運転をするなり、事故になるような場面での察知能力とか、そういうのが大事になってくるし、それから本当正直運とかっていうのもあるとは思うんですけれども、やっぱりヘルメットっていうのは最後の砦です。ヘルメット、それから胸部プロテクター。その辺はですね、ちゃんとやっていただきたいなと。そして、影響力のある有名な方、
特に、この前木村拓哉さんとか、バイクでね、お笑い芸人さんとツーリングしてる動画僕見させてもらったんですけど、すごい楽しくてね、楽しそうですごくいいなと思うんですけども、やっぱああいう影響力のある方はですね、最低限のその規格の通った顎まであるヘルメットを被っていただいて、いい方のね、影響力を発揮していただきたいなというふうに思います。そしてです。マサチャンネルはこの動画だけではありません。たくさん皆様のためになる動画をアップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いします。それでは、マサチャンネル、これにて、バイナリー。